世界のシティーズスカイライナーの皆様、こんにちは。楽重と申します。私は日本人で、シティーズスカイラインズでは主に高速道路のジャンクション、インターチェンジを制作し、実況動画を YouTube にアップロードしています。今回はパラドックスインタラクティブとのコラボレーションの機会を得ましたので、私は日本におけるジャンクション、インターチェンジの特徴や作り方について簡単に紹介します。今画面に映っているのは埼玉県三郷市にある三郷ジャンクションです。埼玉県は東京の北側にあります。三郷ジャンクションはタービン型と呼ばれる美しい天体ショーの形状を持つ4方向のジャンクションです。日本には三郷ジャンクションの他にもタービン型のジャンクション、インターチェンジが多数存在します。例えば垂水ジャンクション、千里インターチェンジ、川崎浮島ジャンクションなどです。高速道路を1920年代から建設していたアメリカやヨーロッパには古いクローバー型のジャンクションが多いです。一方、日本は1950年代以降に高速道路を建設したため、クローバー型よりも改良されたタービン型、あるいはハーフタービン型のジャンクションを導入する機会が多かったと言えます。それでは日本のジャンクションをシティーズスカイラインズで作っていきましょう。さて、まず準備からです。日本の道路は多くのヨーロッパの国やアメリカと違い左側通行です。マップ選択時に左側通行にすることを忘れないでください。まず最初にジャンクションの交差の角度を決めて本線を敷設します。次にランプの分岐と合流を作っていきます。まずはラフに全ての分岐合流を作ります。その後にムーブイットを使ってランプの高さと角度を整えていきます。道路の高さと角度を揃えたらプロップを使って装飾をしていきます。日本の高速道路のカーブや分岐合流にはゼブラゾーンが多くあります。これは車が安全にカーブを曲がれるように誘導する目的や障害物が近いことを示す目的に使われています。ゼブラゾーンのアセットはネットワークとして用意されていますので、高速道路のカーブに合わせて設置していきます。高架した高速道路へのデカールの設置がうまくいかない場合、ムーブイットのアラインハイトを使いましょう。また、分岐を知らせるブリンカーフラッシュや丸型クッションドラムが置かれることも多いです。首都高には防音壁の他にフェンスがある区間もあります。フェンスのプロップを高速道路のカーブに沿ってプロップラインツールで設置していきます。まず下に設置し、アラインハイトとページアップ、ダウンを使って高速道路の壁に設置していきます。高速道路の柱も場所によって少しずつ特徴が異なります。ランプは丸く細い首都高の柱ですが、本線は大きな柱です。アセットで日本の高速道路で使われる幅の広い柱がありますので置き換えていきます。高速道路の建設が終わったら一般道を作っていきます。日本の風景を作るにあたっては多くのアセットを導入する必要があります。高速道路はもちろん、一般道も日本風アセットを導入します。また、道路標識、ガードレール、日本車、そして住宅や店などもたくさんの日本風アセットがあります。日本風アセット集は上野木隆一さんがまとめているコレクションがあります。概要欄にコレクションのリンクを貼っておきますので参考にしてください。日本は土地が狭いため、ジャンクションのすぐ近くまで建物があったり、道路が通っていることが多いです。加えて、日本のジャンクションは高架化している場合が非常に多いです。そのため、一般道が下を通れるようになっている場合が多くあります。また、三郷ジャンクションの近くにはインターチェンジがあります。インターチェンジの近くには、物流の利便性から倉庫や工場が多くあります。そして一般道で忘れてはいけないのが、電柱・電線です。日本には3500万本の電柱があります。この数字は日本のほとんどの道路に電柱があることを示しています。つまり日本の風景を作る場合、道路の横にほぼ必ず電柱と電線を設置します。以上、簡単ではありましたが、日本のジャンクション、インターチェンジと周りの街並みの特徴と作り方を説明しました。シティーズスカイラインズは複雑な高速道路を作るのに最適なゲームです。ぜひとも実際の高速道路やインターチェンジを観察し、シティーズスカイラインズで再現してみてください。この公式チャンネルには他にも面白いチュートリアルが多数あります。ぜひチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。